こんにちは。いよいよノンデマンド授業も最後になりました。査読の勧めということで、授業を進めていきたいと思います。まず、そもそも査読とは何なのかということを説明しますと、研究、我々、大学の研究者というの、大学教員というのは、片一方の顔は研究者でして、研究論文を書くとですね、学術投稿論文誌とか、国際学会とかに投稿すると、査読者という人たち、編集者という人の手に渡り、編集者がこれを専門的な見地から査読をしてくださいというふうに頼まれます。で、ボランティアで活動して、その地のネットワークを守ってる、守り神みたいな感じなんですけども、皆で互助努力で守ってるわけですけども、じゃあその中で皆がどういうふうに感じてるかっていうと、人の論文を読むということを通じて、人の論文を読み、それを評価するということを通じて、自分自身が勉強になったり、で、自分自身の次の研究ネタが、なんかこんなこととつながってるのかというふうに気づけたり。で、さらには、知の体系を少し進めるのに、ほんの少しだけ早く自分が知れたり、そんなことになっていると思います。そのために査読というシステムは非常に重要でして、今論文の投稿数が多くて、非常にこの査読システムが危機に瀕している部分が多いんですけど、ある程度数を絞ればですね、非常に最良の学びの場として機能するということがよく知られています。だから人のレポートを読むということは非常に面白いですし、非常に勉強になります。こんなことを思ったことはないでしょう。自分自身だけだと一人親父になりがちではないかなと。こんな風に不安になったことはありませんか？友人とか同じクラスの受講生が何を書いてるかって気になったことはありませんか？そうすると問いとかアイデアを深める機会にちょうどこういうことが使えるんじゃないかなというふうになります。で、このレポートから何が伝えられるかなというふうに、自分が受け手として、読者として感じることで、伝わる言葉っていうのがどういうものかであるかということを、実感したりすることができます。そういう目線で人のレポートを見れるようになります。で、伝えたい気持ちはあるが、それが伝わるかっていうのは別問題だろうということです。で、そういうことを、逆の立場になった時してませんかというのが、一つのクエスチョンで、なんかこの人、こうなんか伝えたいそうにな感じなんだけど、伝わらないなとかいうふうなことっていうのは、レポートを読めば読むほど、人のレポートを読めば読むほど分かってくると思います。で、その感覚を自分の中で手に入れていくというのが、一つの最良の学びの場であろうというふうに思う一つのきっかけです。で、人のレポートを査読する、まず第一歩目は、まずその人のレポートを要約してみることです。レポートも、要約もレポートなので、なんかトートロジカルなことを言ってるような感じですけど、要約もレポートを執筆した活動と、基本的に同じなので、何を中心に要約すればよいかということが、重要になります。で、誰がこれを読むかっていうことですけど、雑誌の査読においては編集者っていう可能性もあるんですけど、基本的には著者に変えるものなので、著者が読むだろうなという想定で、要約っていうのをしています。で、そうすると何がわかるかっていうと、著者がこういうふうに伝えたかったっていう伝わりたかった気持ちと、自分たちが要約したものがずれているということが発覚するわけです。これによって、この人はなんか自分の言いたいことは分かってらんとか言って、思ったりもするんですけど、伝わらなかったかと真摯に反省する態度も必要かと思います。で、だからつまり文章を通じた著者とのコミュニケーションはどれくらい取れてるかっていうことが重要で、そのコミュニケーションが取れていなかったら文章としてあまりうまくないであろうというふうに思われるわけです。で、しかも論文の査読者であれば専門家である可能性が高いですので、その専門家が読んでわからないと言ってるものに対して、あっちのが分かっとらんからけしからんみたいなことを思うことはよくあるんですけど、そう思ってても結局は始まらないっていうのは、結局コミュニケーションの手段として論文を捉えていないということかなというふうに思います。
つまりこれらを意識して、要約っていうのを執筆することをお勧めします。で、何を中心に要約するかっていうのは、何が分かったかを著者に知らせる手段ですので、先ほども言いましたように、こっち側はこういうふうに受け取ったよということを教えてあげることです。そういうメッセージを向こうに返してあげるということです。で、文章のメッセージが一つであれば、要約のメッセージも一つにすることができるはずですけど、これが文章のメッセージが複数あったときは非常に大変で、要約は何を軸に要約すればいいかわからないということになりかねません。だから要約の難易度というのは、自分自身の文章の理解度というのも非常に重要ですけど、相手がどういう文章を書いてきたかということによっても、要約のしやすさというのは非常に変わると思います。で、それを実際に体験してもらうというのが今回やってもらいたいことです。で、この次に、人のレポートを批評してみたいと思います。で、良いところを出すっていうのは非常に難しいです。なぜかっていうと、これこれだからいいというのを文章化するというのは、その中身がとっても好きだったらそういうことはできるかもしれないですけど、大概、自分自身が書いていない、人が何か書いているものに関して、好きであるということが共通しているという例は極めて少ないと思います。そうすると、良いところを見つけ出すことは難しいですけど、改善点っていうのを見つけるのは、比較的、今の良いところを探すというと比べてっていうのがありますけど、理由がつくから比較的簡単なように思います。で、改善点というのはあくまで著者のために書いてください。で、改善点というのは著者への敬意が必要で、こういうふうに考えてると思われるから、こういうふうに改善した方がいいんじゃないかというふうに思ったという形で、敬意をきちんと払っていただければなと思います。で、また、なぜその改善点がなければ、理由がなければですね、改善点というのは、ワークしないと思います。例えばですね、自分が受け取り側になった場合を考えていただければいいと思うんですけど、なんとなくここの点が改善したいと思う方がいいと思ったとか言って書かれてるんですね。どこが、どうしてそう思ったのか教えてほしいなというふうに思うわけです。で、なので、基本的に改善点には理由がきちんとつくはずですので、その理由を添えて、改善点を教えてあげるのがいいと思います。また、改善点が全く見つけられないという方もいらっしゃるかと思います。で、そういう場合にはこういうことを考えていただければなと思います。すべてのことは本当に理解できましたか？相手方のレポートを全部、隅から隅まで全部理解できたんでしょうか？きっとそんなことはないと思います。理解できなかったところっていうのはちょこちょこあるんだろうと。細かいかもしれないですけど。そんなところが改善点のためになるヒントかと思います。そしたら、なぜ理解できなかったっていうのを言語化することができれば、改善点っていうのは、ここを改善し、これこれこういう理由で改善した方がいいよということは言えるだろうと。指摘することが可能であろうというふうに思います。で、今みたいな感じにすれば、基本的に全てのことが100%理解できているというふうに自信を持っている人の方が、それは極めて稀だと思いますので、もしそういう状況になったら教えてほしいですけど、そういう状況は極めて稀だと思いますので、レポートの改善点を見つけてもらうというのは、比較的容易な作業かというふうに思います。で、査読レポートによる評定というのを次にやってください。評定を、自分の手で下してみるというふうにしてください。で、理解していれば、していなければ評定が使えられないんじゃないかなとか、理由を書けなければ、評定がつけられないんじゃないかな。これはどちらもその通りです。つまり、ある一定度の理解がなければ評定はつけられないと思いますし、ある一定度の理由を書けなければ評定は怖くてつけられないと思います。人の評価のレポの評価を否定していますけど、自分自身の評価が完全に問われているシチュエーションです。何か適当に評価すればいいんだっていうふうに誰も思わなくなると思います。なので、人によって人に対して評価が適当になるということは
自分のものを評価を適当にされても別に文句は言えないと思います。なので、評価をつけて、評定をつけておしまいっていうのは嫌じゃないですかというふう、こんなことを考えてください。他人に評価される場合、なぜこの評価をしたのか知りたくありませんか。自分自身と比較して評価してないだろうかとか、そんなことを、なんか自分のことよりなんかあっちの方が良かったとか言われても自分がよくわからないので、なんかよくわかんないなという評価基準になります。だから評価基準を客観的に説明できるということが、ここで極めて重要になるわけです。で、何の基準かということを考えること自体が、きっとレポートを理解したり、その内容を理解したりすることにつながっていると思いますので、そういう観点で、物事をレポートを査読してもらえればなと思っております。で、今みたいなことを考えると、レポートの要約、評定、評価の理由、評定の理由、改善点のこの4点を、査読レポートとして、執筆していただくというのが、今回の課題になっております。で、評定をもらって、今度はそれを公開、今回の場合は公開して皆さんに見ていただくんですけど、自分自身の評価が伝わったのかなというのを確認することができます。これは要約を見て確認すべきかなと思いますし、こういう感じで伝わったかとか、こういうふうに読まれたかみたいなことがあり得るかと思います。評価理由は納得できるものでしたかというのも重要です。自分自身が伝えたかったものと違うっていうことが、要約レポートからわかるかなという、要約の箇所を見ればわかると思うんですけど、評価が異なる、そしたら評価が異なっていたとしても、あまり文句も言えないかなというふうに思います。で、評価理由に真摯に耳を傾けられるだろうかというのも重要です。相手の評価、相手が頑張って評価してくれたことを、その評価理由に真摯に耳を傾けてですね、次の改善点を自分で見つけるということが重要かと思います。本来、ここで何単か、本当はやり取りをしたいというふうに思うんですけども、今回の授業の範囲内、次元内ではそれをやる時間はありません。なので、そこから先は、本来はやるべきものであろうというふうに思いながら聞いていただければいいですし、今回の場合は次回そのようなシチュエーションになったら、今回いただいた反省点とか改善点をもとに、レポートを執筆していただければなというふうに思います。で、誤読している可能性がある査読書の場合、伝えられなかった理由は何だったのかということを考えてみてください。で、それでも、考えてもなんか納得できないなというふうなことがあるかと思います。で、そしたら期日までに単独教員までの私まで連絡してください。そしたら、理由をもとに、判断しますので、どうしてそういうふうな状況に、納得しない状況になっているのか。ほんで、それはどうして自分は、そうだと思っているのかということを、付記した上で、私のもとに送ってきてください。で、そしたらそれをもとに改善し、修正をする可能性があります。で、修正しない可能性があると言ってるだけなので、修正必ずしますということは言っていません。そこは注意してください。で、改善点は本当に納得できるものでしょうか。例えば改善点のないレポートは存在してませんので、次のレポートに生かすなど、常に次のために考えてもらえればなと、備えて準備していただければなというふうに思っております。で、こんなような癖があったとか、こんなふうに感じられたということを、その気持ちを具現化しておくというのが、今回の授業を通じて、やってもらえればいいんじゃないかなと思っております。で、これでレポートを執筆して、レポートをまずどういう立て付けで書くかということをやって、問いを立てて、で、それで実際に書いてみて、で、書いてみたら今度は遂行して、で、それを提出したら今度は査読レポートを受けて、それを査読レポートを書いてきたというところまで、一連のことを説明してきました。で、その査読レポートを最後、査読すること、他人のレポートを査読することで自分自身のレポートに生かすことができますし、他人の査読レポートを見て自分自身の伝え方ということを確認することができますし、次へと改善することがきっとできるだろうと思います。
で、今回は課題が少ないというふうに感じられる人もいらっしゃるかもしれませんが、その課題を通じて、自分自身の考え方を、ブラッシュアップする仕方みたいなものを身につけていただいて、今後、専門の学群とかに、学群とか学類とかに帰った時に、そこでレポートを執筆する機会になったら、全部とは言わないですけど、そのうちの部分的なものを取り入れたりすることによって、より良いレポート、執筆活動ができるように願っております。これで、オンデマンド講義の部分の授業は終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。